こんにちは。前回の動画では、デスケミニ A300 用のアクリル PC ケースを自作。底板との接着に失敗するところまでご紹介しました。アクリル板の接着方法などは、前回の動画を参考にしてもらえれば助かります。それでは、続きをご紹介していきます。まずは、失敗した接着面を整えます。紙やすりは400番を使用しました。接着剤がはみ出していた縁も、きれいにしました。できました。次の接着を良くするために、面は粗いままとしました。底板も整えます。できました。接着のリベンジです。前回、アロンアルファで失敗したので、今回はお風呂用のシール剤にしてみました。マスキングテープで不必要な範囲を保護してから、シール剤を圧入していきます。付属のヘラで表面を整えます。マスキングテープで保護して完成。内側も同じように、マスキングテープで保護して、シール剤を圧入しました。シール剤が乾くまで1日待って、完成です。強度が心配でしたが、うまく接着できたようです。表面を保護していたテープを剥がして、傷取り剤で仕上げます。完成です。綺麗に仕上がりました。ケースにコネクタ類を設置します。まずは電源スイッチ。動作特性はモーメンタリです。フロント USB コネクタ。見える位置なので、金属のかっこいいやつにしました。リア USB コネクタ。プラスチックの廉価版です。HDMI コネクタ。思っていたより、ごつかったです。そして電源コネクタです。見た目はこんな感じになりました。フロント USB は、出っ張っていてかっこ悪いですね。動画を撮り忘れましたが、Wi-Fi のコネクタも付けときました。マザーボードに足をつけて、仮置きするとこんな感じです。フロント USB の出っ張りが気になったので、パイプを使って高さを調整することにしました。アクリル接着剤を使うので、表面を整えます。アクリル接着剤はアクリサンデーです。フロント USB コネクタを取り付けます。辛い位置になりました。電源スイッチを接続するために、デスケミニのケーブルを加工します。今回のスイッチにはパワーランプがないので外しました。ほつれ防止でハンダ付け。スイッチの端子に接続します。接続できました。USB は市販の L 字ケーブルで接続しました。
隙間がギリギリでしたね。HDMI も市販の L 字ケーブルで接続しました。マザーボードの裏配線にしているので、J の輪みたいになりました。電源コネクタのケーブルもハンダ付けしときました。マスキングテープでマザーボードの位置に印をつけて、シール剤を塗布、マザーボードを接着しました。底板の金属光沢の部分は、三菱ペイントマーカーで黒くしときました。CPU グリースは MX4。CPU クーラーは i5 のリテール品です。Wi-Fi のケーブルもつなげて、やっと PC らしくなってきました。いろんな箇所がギリギリですね。最後に大仕事が残ってました。側面パネルの加工です。CPU ファン取り付けのための穴を開けます。加工しないところをマスキングテープで保護して、ドリルで穴開け、糸のこで CPU ファンの形に穴を開けます。ヤスリで形状を整えていきます。動画では10秒ですが、実際には10時間かかりました。腱鞘炎になりました。腱鞘炎の成果です。とくとご覧ください。パネルの角も丸めておきました。水取りして、マスキングテープを剥がせば、パネルの完成です。パネルだけで、3連休のうち2日がなくなりました。私の青春を返してください。側面パネルを取り付けます。CPU ファンが吸い込んだ空気を逃がすために、スペーサーで浮かして取り付けます。こんな感じで GOPM のスペーサーを使用しています。CPU ファンも辛い位置で、気持ちがいいです。お待ちかねの PC 起動です。スイッチ、オン。どうやら電源コネクタの接続不良だったようです。とりあえず、コネクタを外して、マザーボードに直接電源を供給してみました。気を取り直して、スイッチ、オン。金属リモゾン。問題なく起動できました。CPU ファンが吸い込んだ空気は、狙い通り、側面パネルとの間から排出されています。